ご質問です。はい、ののかちゃん、はい。はい、ののかちゃんご質問ありがとうございます。はい。はい、では、過去に演奏したことがある方で、この人のコンピングが良かった、またはやりやすかったのはどんなプレイヤーですか？ロニーさんと演奏した時に一番衝撃的だった曲、ライブがあれば教えてくださいというご質問なのですが、まずでは最初のその過去に演奏したことがある方でコンピングが良かった、やりやすかったというようなプレイヤーは、どなたかいらっしゃいますか？いや、もうね、ののかちゃんね、たくさんいてね、誰から言っていいかわからない。まあ、これ言い出せばね、もう僕のこれキャリア全部ですからね。まあ、それこそ、僕のほら、前の奥さん、横山静子さんも素晴らしかったしで、ルドランソンと一緒にやってたハーマン・フォスターもね、盲目の人で。あとはもうね、それはもうたくさんいましたよ。サディック・ハキムも良かったしね。オルガンプレイヤーではですね、まあ僕の経験したやっぱりジョン・パトン、ビッグ・ジョン・パトンとかね、ジミー・マクリフ、ロニーさんとかね、もう本当に素晴らしいし、日本人では、ニューヨーク在住のつるりんこと、鶴ヶ明子さん。あとはまあ日本でね、関西ではね、代表する橋本敦子さんとかね、小野みどりちゃん。はい。関東の方ではですね、河合大輔さんとか、あと、金子裕太さんね。はい。あとね、もう一人ね、岡山とかね、倉敷の方を重点にね、活躍されている、みりんちゃん。はい。そのあたりがね、まあ本当に、今も頑張っておられる素晴らしいオルガニストですね。はい。ののかちゃんも素晴らしいですよ。いいですよ。で、まあ、ニューヨークではパッド・ビアンキとかね、カエル・コーランも素晴らしいですしね。はい。とにかく、コンペでね、上手い人は、もちろん一緒にやってるチャンピオン・フルトン。ね。ピアノのチャンピオン・フルトン。マーク・ディバインも素晴らしいし、言えばキリがないんですけど、まあ、それはね、一緒にやった人でしょ？そうですね、過去ね。に演奏したことがある方でってあるいう質方で問なので、ののね、さんそうやの経ね。験された方うん、うですね。ん。あ、もう、ジュニア・マンスですね。ジュニア・マンスも素晴らしかったし、バリーさんも素晴らしかったしね。バリー・ハリスさんもね。はい。あとはね、モグル・ミラーとかね。まあ僕の一緒にやったキーボードの人は、本当にみんな素晴らしかったです。はい。もう、ちょっと名前がパッと全然出てこないですけど、本当にね、素晴らしい人いっぱいいました。はもう誰があってい。うん。一番がこの人って決められない決めようなられないです感じでね。うんすね。うん。うん。本当に皆さん素晴らしかったですよ、バッキングはね。はい。よくやっぱり音楽を分かってコンペが入るっていうかね。はい。そんな感じしました。はい。どうでしょう、この人のコンピングが良かった、やりやすかった人はっていう質問なので、うん。特に福さんが好きなそのコンピングの方法といいますか、ですとか、そのビバップを演奏するならどういうっていうのはありますか？うん、やっぱりね、不思議なもんで、あまり多くてもダメだし、いいとこでバッキングがポッと入るのがね、僕は大好きですね。あまり自分からも常になんかバッキング入れてるんじゃなくて、やっぱここだっていう時になんか反応でね、こう入るのがやっぱりいいですよね。例えばだから、ルーさんのバンドでやってて、ロニーさんがバッキングが入るとね、もうバッキングでね、曲がガラッと変わっちゃうのね。ここだっていう時にガーッと盛り上げて入ってくるし、とにかくソロもうまいけど、自分のソロもうまいけど、バックに回った時のロニーさんも、まあ強烈ですね。はい。まあ、ののかちゃんもね、ロニーさん研究して、その辺のことはよく分かってると思うけど、自分のソロも大事だけど、そのね、バックに回った時のコンペっていうのがね、やっぱ非常にグルーブさせなくちゃいけないし、例えばほら、ABA の曲やってたら、B に行ったら、ふわーっと雰囲気が変わるわけだから、その時の出し方をこう、どうやる、あとは1コーラス目と2コーラス目のまたやり方も違うしね、よくねある人が言ってたんですけど、例えばブルースだと、ね、ファーストコーラス、セカンドコーラス、スリーコーラス、ね、フォースコーラスでね、1234ってこういくじゃない。大体こういう感じでいくわけですよ。で次また下がって、大体こんな感じでね、ワン、ツー、スリー、フォーといってまた下げ、そういうようなね感じになってるわけですね。ですから例えばレコードなんか聞いてもらえると分かるんですけど、ファーストコーラス目はあまりバックもおかずはガンガン入れないけど、セカンドコーラス目からちょっとわーっと盛り上がったねような感じでね、必ずなってますから、その辺もねちょっと
聞いてみたらどうですか。注意してね、なんかそういうものも発見できるんじゃないかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。ではその2つ目の質問で、うん。ロニーさんと演奏した時に一番衝撃的だった曲はい。ですとか、あとライブがあればということなうん。のですが、いや、これもね、もうロニーさんとやればいつも良かったです。何やっても。いつも衝撃的ですか？いつも衝撃的。でね、ロニーさんの特徴っていうのはね、ものすごい集中力ですね。リラックスしてるんですけど、集中力で、とにかく何にも言わない。何の曲やるって一切言わない。リハーサルもなし。もうルーさんのバンドもね、ルードランソンのバンドもリハーサルなし。で、ロンニーさんのトリオもね、僕も何年もやりましたけど、ヨーロッパツアー行ったりとかね、日本もツアーリハーサル何にもない。サウンドチェックもほとんどしない。音出るか出ないかで。はい。もうロニーさんがこう上がってきて、ビービービーと触って、音で、なんかブルースかなんかバーって、もうワンコーラス、ツーコーラス、OK、that's it。もうそれだけです。で、僕は日本に行ったらね、すごい不思議なのがもう、サウンドチェックじゃない、リハーサルだからさ、サウンドチェックはサウンドチェックであって、音ガン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 もう出すもんじゃない。それでもエナジー使っちゃうから、だからまあそれは全然ねやったことないから、ある程度合わさなくちゃならない曲もあるだろうけど、できるだけ音を合わさないようにして、もう知ってる曲を自然にやるっていうのが僕は一番いいなと思いますよね。はい。でもうとにかくロニーさんとやった時、アップテンポやった時に、なんだこりゃ速いなって思った時もすごいなと。あとファンクのノリもうね、あグン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 つってね、ああいった感じと、もバラードでね、チェロキーをねバラードやった時には僕はもうね涙出てきましたね。そういうなんつうのかな、一曲一曲の仕上げ方っていうのがね、もう半端じゃないですね。波じゃないです。あんな人は本当にいないですね。何やってもファンクやってもバラードやってもアップテンポやっても、もう何やっても素晴らしいですね。あれはやっぱりね、ロニーさんがもう本当にフィーリングの持ち主というかね、やっぱり中身から来るもんですから、並大抵の人じゃないです、あの人は。はい。で、あとはね、びっくりしたのはね、演奏する前に全部ゼロにするんですね、ボリュームをね。で、少しずつ作っていくんですね。あれはね、誰もやらないですね、他のオルガニストはね。もうロニーさん、バーッと全部ゼロにして、どうするのかなと思ったら、自然にこう、で、いつの間にかこう、なんかできちゃう、音ができてる。で、とにかくね、ピアニッシモがすごいです。で、僕ね、いつも思うんですよ、オルガンの人ってね、あんまりピアニストが出せない。結構ね、この辺から始めちゃう。だから、ボリュームを出したらぐわーっとこんなに上がるからノイズぐらいになっちゃう人もいる。だけどロニーさんはこの辺から始めるから、もうここでフォルテッシモ出てる感覚になっちゃう。だから全くうるさくない、オルガンでもね。でオルガンの人でやってね、すごいな、この人はボリュームめちゃくちゃ上げてるなっていうのはすぐ分かる。というのはスネアドラムの響き性がディャーってなるん。そうするとスネアもう叩けない。だけどロニーさんとやった時にスネアの響き線がダーって鳴ったことないです。だからそのダイナミックスのね、そのボリュームのね、その使い分けが非常にうまい。あれもね、僕はいろんなね、音色の出し方、あと音のね大きさ、ボリュームのあれもね研究していただきたいなと思います。ですからもうロニーさんはもう何やってもすごかったです。はいそはい、んなわけです。はい。ありがとうございます。はい。長尾ののかさん、ご質問本当にありがとうございました。ではですね、次続きまして、はい。これはですね、シンガーの、はい。プリンさんからのご質問です。プリンさん。はい、はい。プリンさんありがとうございます。はい、どうも。はい、福さんに質問。はい。スタンダードを歌う上でスイングのリズムに乗れていることが大切だと思うのですが、はい。何がどうなったら乗れてることになるのでしょうか。うん。スイング感を身につける良い練習方法はありますかというご質問ですが、はい。まずそのスイングのリズムに乗れている、何がどうなったら乗れていることになるのでしょうん。これはね、本当に非常に難しい質問ですけどね、もう答えるのは非常に難しいんですけど、まあ、僕はですね、そのボーカルの人のこともよくわかんないし、歌も歌えないんですけど、ただまあ、
これやっぱりスイングして歌っておられる聞いたら、やっぱスイングしてるなって分かるしね。で誰が何言おうが、もうこの御三家ですね。やっぱり僕の御三家、みんなもそう思うんですけど、やっぱりエラ・フィッツジェラルドね、サラ・ボーン、カーメン・マクレー、この3人の人は本当にもうスイングして歌っておられるし、特にエラの場合はね、もう管楽器の人も真っ青だぐらいにね、スキャットもできるしね、素晴らしいし、やっぱり何が一番いいかっつったら、音程もいいしあれなんですけど、とにかくスイングやっぱりしてるっていうことですよね。ですからボーカルの人は皆さんやっておられると思うんですけど、徹底的にその御三家をですね、やっぱりミディアムテンポの曲をとコピーされてですね、それにやっぱり合わせてストレートメロディーをね、エラなんか本当にストレートメロディーを歌ってると思うんですよね。例えばダイナ・ワシントンにしてもストレートメロディーを大事にして歌ってると思いますから、そういうストレートメロディーを大事に歌ってる曲をとコピーされて、やっぱり自分はどんな感じ自分がここはもうこれでいいなと思ってても、まだもうちょっとね拍数が短くなったりとかね、ちょっと前突っ込んでるなとか、やっぱりここはもっとゆったり乗らなくちゃいけないなとか、そういうの辺をコピーして一緒に歌ってみてね、どこが私のこの雰囲気となんかここで粘ってるように思うんだけど、やっぱそこがスイング感が出てるのかなとか、その辺もね研究していただきたいなと思いますね。そうすると自分がスイングしてないかしてるかっていうのよくわかると思いますし、あとはやっぱり体の動きっていうのは非常に大事だと思うし、できるだけ足を踏んでですね、やっぱタイムを取って、そこでどういうふうに歌うかっていうことをね、歌えるかっていうことも努力していただきたいなと思いますね。プリンさんなんかね、あちこちで歌っておられて素晴らしいと僕も思いますしね、あれなんですけど、これからねどんどんやっていこうというボーカルの人たちは特に足をやっぱり四分音符で踏んで体の動きから研究されて、エラの2音を取ってる時のね体の動きとかね、そういうとこも大事だと思いますしね、それに乗って歌うと、やっぱり我々ね、ショービジネスですから、やっぱお客さん見てるわけですからね、見ててなんか体の動き変だなっていうのはこれやっぱり良くないし、あるミュージシャンの人はね、体の動きがどうも13に見える人がいてね、その人を見てるともう気持ち悪くなるぐらいね、やっぱ体の動きが人間に来ないとね、13だったらもう全然見てなんかもうこの人全然何も分かってないなっていうのはね、やっぱりがっくりきますしね、体の動きからもねスイング感が出てくると思いますからね、その辺も研究していただきたいなと思います。やっぱり御三家をコピーしてですね、常に基本を忘れないでやっていただきたいなと思います。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まだ何かありますか。そのスイング感を身につける良い練習というので、今足を踏む、コピーを目いっぱいして、同じように歌うことで身につけるということなんですけど、メトロノームとかどうですか。メトロノームはね、これね全然使っていいと思いますよ。メトロノームはどんどん使ってですね、例えばティッチッチをこれ、僕の場合は1、2、3、4でね、ティッチを2音に感じる。あとはですね、このメトロノームのカチを3連のお尻チピタチピタチピタに感じてもらう。これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、それやってみるのもいいと思いますね。そうするとメトロノームがなんて一拍が長いのかなと思えてくるし、チピタ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 ってそれで発声の練習でもされてもいいんじゃないかなと思いますよ。もちろん歌を歌うね、オールミーでもピタッ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 オールミーっていう感じでね、そういう感じでねメトロノームを使っていいと思います。で最終的には自分がメトロノームになって、ドラマーなんかね、最終的には自分がメトロノームにならなくちゃいけないんですけど、どんどんメトロノームを使ってください。いいと思います。はい、ありがとうございます。プリンさん、ご質問どうもありがとうございました。ありがとうございました。